こんにちは、食堂朝ごはんの中江里香です。今日は夏野菜を使った夏にぴったりの晩ご飯の献立を作っていきたいと思います。毎日暑いですが、今日は夏にも食べやすくてとっても元気が出る美味しいメニューを紹介していこうと思います。メニューはこんな感じです。牛肉とナスのすき焼き風とトマトとしらすのしそあえ、あとみょうがのピクルスとお味噌汁とご飯です。最初にお味噌汁の準備からしていこうと思います。お味噌汁の具材は今日はこの冷蔵庫にキャベツが余ってたのでこれを使います。あとはお豆腐と冷凍してあったしめじもあるのでそれを入れようかなと思います。とりあえずキャベツは食べやすい大きさに切っていきます。いつも私は野菜を大きく切りすぎちゃうんですけど、今日はですね、慎重に小さめに切っていこうと思います。キャベツの芯はこういう風に別で薄切りにしておくと食べやすいかなと思います。お味噌汁って夏は暑いからあんまり作らないよっていう方も多いかもしれないんですけど、お味噌汁はタンパク質やあと野菜とか適度な水分や塩分も一緒に取れるので、夏のだるさとか食欲不振とかそういう夏バテの対策にもとてもおすすめなんです。あと夏は冷たいものの摂りすぎで胃が弱りがちなので、あったかいものを食べて体を温めてあげると胃の疲れも取れて体が回復しやすいです。そしたら切ったキャベツは鍋に入れてお水も入れて火にかけます。葉物野菜ってお湯を煮立たせたところに野菜を入れるのが普通かと思うんですけど、今日は柔らかくしたいので水から茹でていきます。だしパックも一緒に入れます。そうしたらちょっとお米を炊くのを忘れてたので、これから炊いていこうと思います。お米は炊く前に水に30分ぐらい浸しておくと本当はいいんですけど、でも炊きたてをすぐ食べる場合はそこまで変わらないかなと思います。なので時間がない時はこうやって水に浸す時間を省いて炊くことも多いです。そしたらお味噌汁に入れるお豆腐も切っていきます。これは木綿豆腐です。食べやすい大きさに切ってこの煮立ったお湯のところに入れます。そしたらこの冷凍しておいたしめじも一緒に入れます。冷凍しておいたものは熱湯から茹でると美味しいです。あとは酒粕も一緒に今日は入れました。酒粕を入れるととてもコクが出るのでおすすめです。そしたら次はトマトとしらすのしそあえを作ります。庭でしそを育ててるんですけど、今年はすごく元気に育ってたくさん収穫できるので、今日もしそを使って一つ作りたいと思います。しそって実は緑黄色野菜の一つで抗酸化作用があるベータカロテンをとても豊富に含みます。あと鉄やカルシウムとかのミネラルや食物繊維なども豊富で、実はしそはとても栄養価が高い野菜です。普段あんまりたっぷり使うことって少ないかもしれないですけど、今の時期はスーパーでも比較的安く手に入るかなと思うので、ぜひたっぷり使ってほしいです。そしたらしそも切っていきます。これは朝採れたしそとバジルなんですけど、こんな感じで濡らしたキッチンペーパーを敷いたところに保存してます。こうしておくと結構長持ちします。しそは今日は10枚ぐらい使いました。まとめて千切りにしていきます。ぐるぐるっとロールしてから切っていくと千切りしやすいです。
そうしたらボウルにくし切りにしたトマトとしらすとしそも入れて調味料も加えます。調味料は醤油小さじ2、砂糖小さじ1、ごま油小さじ2です。そうしたらさっと混ぜて、これで出来上がりです。あとは最後に盛り付ける時まで冷蔵庫で冷やしておきます。そうしたら次は今日一番楽しみにしてたこのみょうがを使ってピクルスを作っていきます。みょうがの香りってとっても夏っていう感じがして、個人的にとっても大好きです。今日使うのはこの簡単酢だけです。簡単酢はただのお酢じゃなくて、お酢の他にもいろんな調味料が絶妙なバランスで配合されているので、他に調味料を加えなくてもこれだけでとっても美味しくなります。まずみょうがを切ります。みょうがは半分に切ってから、さらに縦半分に切って四つ割りにします。みょうがは意識してないとスーパーで素通りしがちかもしれないんですけど、やっぱりみょうがを食べないことには夏は始まりません。みょうがは薬味にすることも多いんですけど、ピクルスもとても美味しいのでぜひ試してみてほしいです。みょうがの爽やかな香りにさっぱりとした味が夏にぴったりのメニューです。そしたらみょうがを容器に入れて簡単酢を注ぎ入れます。ギリギリみょうがが浸るぐらいまで入れていきます。あとは10分から15分ぐらいこのまま浸しておきます。作り方はこれだけなんですけど、とても簡単なのでぜひやってみてほしいです。今日はみょうがですが、他にもいろんな夏野菜でできます。簡単酢に浸すだけでとっても美味しくなるのでぜひやってみてほしいです。続きましてメインのおかずを作っていきます。今日は牛肉とナスのすき焼き風です。まず長ネギを切ります。長ネギは緑色の部分に抗酸化作用のあるベータカロテンが豊富で栄養価も高いので、この緑の部分も余さず使っていきます。葉っぱの先の部分の緑色が濃い部分は少し硬いので、その部分は細めに切っておくと食べやすいかなと思います。この茶色くなっちゃってる部分だけ処分します。そして次はナスを切ります。ナスはヘタを取って縦に半分に切ります。そして味の染み込みを良くするために皮の方に斜めに切り込みを入れていきます。そしたら今日は食べやすいようにさらに縦に半分に切ります。これでナスの準備も完了です。そうしたら次はフライパンにサラダ油をひいて、まず先にナスを焼いていきます。ナスは皮の方を下にして焼きます。そして 2,3 分焼いたら
断面の方を下にしてまた2分くらい焼いていきます。焼けたら一旦ナスは取り出しておきます。そしてこの空いたフライパンに煮汁の材料を入れていきます。水 200cc、 酒大さじ3、醤油大さじ3、砂糖大さじ2です。フライパンに入れたら中火にかけて煮立たせます。煮汁が煮立ったら牛肉をほぐしながら入れていきます。牛肉は今日は切り落としの肉を使ってますが、もも肉とかバラ肉とか他の牛肉の部位でも大丈夫です。薄切りのお肉を使ってください。で、牛肉を入れたら次は牛肉を片側に寄せて空いてるところに長ネギとナスを加えます。そうしたら落とし蓋をして10分ほど煮ます。火加減は中火のままで大丈夫です。というわけで今日は夏にぴったりの夏野菜を使った献立を作ってみました。どれもとっても美味しいのでぜひ作ってみてほしいです。ちなみに今回紹介した蜜柑の簡単酢は他にもいろんな種類があるのでぜひチェックしてみてください。こんな風に簡単リンゴ酢、簡単黒酢、簡単純米酢、簡単酢の4種類があってどれもとっても美味しいです。それから蜜柑さんでは今旬ごちプロジェクトっていうのもやっていて、生産者の方とクックパッドと連携して旬の野菜の魅力を発信するっていうプロジェクトをやってます。サイトでは美味しいレシピもたくさん紹介してるので気になる方はぜひ蜜柑さんやクックパッドのサイトをチェックしてみてください。それではご覧いただきありがとうございました。